お疲れ様です。チャスクと申します。今回はこれまでに起きた PayPay の解約点について振り返っていきます。解約点その1、ポイント還元率の低下。これまでの PayPay の解約でユーザーに最も大きな影響を与えたのがポイント還元率の低下です。PayPay は2018年のサービス開始以降、その高還元率が話題となり、ユーザーを驚異的な速さで獲得してきました。実店舗での支払いで 3.0% のポイント還元が受けられるとのことで、一気に PayPay の利用者は増えてきたのですが、2019年10月から 3.0% の還元率が 1.5% に解約されます。さらに、2020年4月1日からは還元率は 0.5% にまで引き下げられてしまいます。わずか半年で 2.5% の還元率ダウンはユーザーに大きな影響を与えました。現在も 0.5% という数字は続いていますが、この 0.5% という数字は基本還元率の話です。PayPay ステップと呼ばれる条件を達成することによって、還元率は 1.5% まで引き上げることができます。しかし、この条件達成が非常に難しいです。具体的には、前月の100円以上の PayPay 決済が50回以上で 0.5% プラス。加えて、前月の PayPay の決済金額10万以上で 0.5% がさらにプラスされます。これに基本還元率の 0.5% を足せば還元率 1.5% のキープが可能ですが、一月で50回以上の PayPay 決済と10万円以上の PayPay 決済はかなり厳しい数字です。多くの人にとって還元率は現在 0.5% にまで引き下げられてしまったと考えていいでしょう。さらに、現在では300円以上の支払い30回以上かつ5万円以上達成で 0.5% プラス。PayPay ステップすべての条件達成で 0.5% プラスにさらに変更されました。PayPay ステップをすべて達成することは難しいため、多くの利用者にとって大きな解約となりました。しかし、還元率低下による嫌な流れが続く中、2022年2月1日に PayPay 後払いというサービスが始まりました。PayPay 決済をチャージせずに行え、一月分の利用額を翌月にまとめて指定の銀行口座から引き落としてもらえるというサービスです。PayPay 後払いの利用には、利用申し込みと審査が必要ですが、PayPay 後払いが使えるようになれば、後払いで決済した金額の 1.0% が還元されます。これに基本還元率の 0.5% を足せば、常時 1.5% の還元を受けられるようになります。達成はかなり難しいですが、PayPay ステップの条件を頑張ってクリアすれば 2.5% 還元という全盛期に近い還元率が得られるので、普段から PayPay を利用する人は狙ってみるのもおすすめです。解約点その2、オンラインショップでの還元率の低下。引き続き還元率低下の話になります。先ほどは主に実店舗での還元率低下の話でしたが、続いて解説するのは Yahoo ショッピングや PayPay モール、つまりオンラインストアの話です。この2つのオンラインストアの還元率は、一時期 PayPay モールで最大 23%、Yahoo ショッピングで最大 19% でした。購入金額の約5分の1が還元されていたので、驚異的な還元率だったことがわかります。しかし、PayPay 還元率の解約はオンラインストアにまで及びます。現在 PayPay モールでの最大還元率は 21%、Yahoo ショッピングでの還元率は最大 19% にまで低下してしまいました。しかも、最大還元率を得るための条件が難しくなったので、実質この数字以上の低下と見ていいです。このようにオンラインストアでも実店舗と同様に解約が行われてしまいました。ただ、それでも PayPay モールと Yahoo ショッピングの還元率が優秀であることに変わりはありません。ソフトバンクユーザーであれば、日曜日の購入で難しい条件達成をせずとも、PayPay モールで常時 15% ほどの還元を受けられます。以前ほどの高還元率ではなくなりましたが、今でも利用するメリットは大きいと言っていいでしょう。また、PayPay の還元率の解約はいわば必然です。スマホ決済があまり浸透していなかった2018年頃、PayPay の狙いはスマホ決済サービスとしていち早く大きな市場を獲得することでした。2018年12月から始まった100億円キャンペーンを筆頭に、驚異的な高還元率という振り込みで、PayPay は人々の注目を集めます。しかし、高還元率でユーザーが得をする分、PayPay はその身をPayPayしなければなりません。事実、PayPay はユーザーへPayPayしすぎたことで大幅な赤字を抱えていたことが分かっています。しかし、その回あって PayPay は大きく普及し、
現在スマホ決済利用率1位の座についています。PayPay 登場時の高還元率が、いわば先を見据えた PayPay の初期投資だったわけです。宣伝のために行った初期投資ですから、十分なユーザーを獲得できた後は、徐々に還元率を減らしていくという戦略なのでしょう。解約点その3、PayPay 請求書払いがポイント付与対象外に。続いて解説するのは PayPay 請求書払いについての解約です。PayPay には通常の決済の他にいくつかのサービスがあり、その一つが PayPay 請求書払いです。これは公共料金や税金の支払いを PayPay で行えるというものです。PayPay アプリから請求書をスキャンすることで手軽に支払いが行える便利なサービスなんですが、2022年4月よりこの請求書払いがポイント付与対象外になりました。これまでは PayPay 請求書払いも通常の決済と同様にポイント付与の対象だったのですが、解約によりこれがなくなってしまいました。PayPay 請求書払いの利用者は通常の決済ほど多くはないのですが、使っていた人からすれば確かな解約です。ただ、還元率は受けられないものの、PayPay の利用としてはカウントされます。PayPay ステップの還元率アップの難しい条件である、決済30回以上と決済金額5万円以上に利用としてカウントしてもらえるのが唯一の救いです。今までにあったポイント付与が行われなくなるというのは悲しいニュースですが、4月からの改定には改善点も見られます。それが支払い予約と自動支払い機能の追加です。支払い予約は PayPay でスキャンした請求書の支払い日を予約することで、自分が指定した日に支払いを行うことができます。自動支払いはオンライン請求書サービスに登録した支払い先から請求された金額を PayPay が支払い期日の3日前に自動で支払ってくれるという機能です。この2つの機能の追加により、払い忘れなどのミスを防ぐことができます。一応 PayPay 請求書払いの利用者からは、利便性が向上したとの評価を受けているようです。僕は利便性よりも還元率の方が欲しいです。その他にも、2022年中に PayPay 請求書払いでの税金の支払いが可能な地域が拡大されるという改善も見られます。都道府県税の PayPay 請求書払いに今まで対応していなかった北海道、山形県、秋田県の3県が利用可能となることが発表されました。これにより、2022年6月に全ての都道府県税が PayPay 請求書払いで支払い可能となります。また、2022年4月に全ての政令指定都市での市税、料金の支払いが PayPay 請求書払いで可能となりました。このように利便性の向上という点では、PayPay 請求書払いには改善点がいくつか見られます。PayPay の解約点その4、PayPay ポイント運用での手数料の発生。皆さんは PayPay ポイント運用というサービスをご存知でしょうか？ PayPay ポイントを運用して投資を行えるというサービスです。PayPay ポイントを1年から運用でき、面倒な口座開設の手間なく気軽に始められます。あくまでポイントの運用であり、増えたポイントで現金などはできない投資の疑似体験なのですが、その分リスクも小さく多くの利用者がいます。この PayPay ポイント運用でも解約が行われてしまいました。2022年3月24日より、これまで無料で行われていたポイント運用に手数料が発生するようになったのです。具体的には、PayPay のポイントを運用の資金に追加する際、1% の手数料が発生するようになりました。例えば、100ポイント分追加すれば、1ポイントを手数料として差し引かれ、実際に追加されるポイントは99ポイントということになります。手数料 1% 高いと思うか安いと思うかは個人の感覚によるものだと思いますが、少なくとも今までなかった手数料が発生したのは事実です。ただ、この手数料の発生には実は抜け穴があります。手数料が発生するのは100円からなので、ポイントを追加する際に99円ごとに行えば手数料が発生しません。しかし、大きなポイント運用を行う人は99円刻みで追加していくというのは結構なストレスや手間になると思います。そのため PayPay ポイント運用をこれからも続けていく人は、あまり手数料のことは気にしすぎず、100円未満でのポイント追加がお得だなと考えるくらいが一番いいんじゃないかなと思っております。というわけで、これまでに PayPay で起きた解約は、1、ポイント還元率の低下。2、オンラインショップでの還元率の低下。3、PayPay 請求書払いがポイント付与対象外。4、PayPay ポイント運用で手数料の発生。
この4つでした。PayPay の解約はちょっと仕方ない部分もあるため、他のキャッシュレス決済やクレカなどを併用することをお勧めします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。